んにちは、ハンス・カールソンと申します。今日は、メタバースを始める方法についてお話をしたいと思います。Today I'm going to talk about how to get started in the metaverse. And if you don't get English captions, please push your captions button down below to get it to display properly. And today we also have our new English speaking and Japanese speaking AI assistant here to help, don't we?ハンスさんの番組にまた参加できてとても嬉しいです。AI さん、よろしくお願いします。どうです？シンプルに始めませんか？メタバースについて分かりにくいことを分かりやすく説明しましょどこからスタートすればいいでしょう。プレゼンスとは何か一生懸命に説明されていると思います。私は新しい方法を見つけました。それは嬉しい。一番重要で一番分かりにくい。そう、苦労したので23ミリ秒はかかりましたが、プレゼンスとは何かよくわかる122年前の絵はがきがありました。あれか、説明させて。よし、説明してください。メタバースを始める前に一つだけ分かってほしいことがあるんです。メタバースの大きなポイントはですね、実際に遠く離れた場所にいる人と会っているような感覚を味わえることができるのです。それは体験したことない人には非常に分かりにくいことなんですけれども、実はこの間古い絵はがきを見つけて、これ見たら分かると思ったんです。ドイツのショコラティエヒルデブランドが考えたアイディアです。2000年というのは20世紀の折り返し時点にふさわしい巧みなマーケティングキャンペーンでした。ヒルデブランド社は100年後の生活を予想した12枚の絵はがきを依頼したのです。1900年1月から彼らはチョコレートの箱の中に未来がどうなるかを空想的に予測したカードを1枚ずつ入れたのです。このカードは実はメタバースを予言したのです。メタバースの最も重要な側面はプレゼンスと呼ばれるものでしょう。これはどういうことかというと、あなたは同時に2つの場所に存在することができるということです。このシーンで女優がやってるのはそういうことです。彼女はある場所で演技をしていて、同時に彼女のアバターが離れた場所に出現しているのです。唯一の問題は、彼女は観客を見ることができないのです。メタバースではヘッドマウントディスプレイを装着することでその問題を解決できます。つまり、メタバースを見るためにはヘッドマウントディスプレイが必要なのです。いや、言い直そう。同じメタバース空間にいる人に会うためにはヘッドマウントディスプレイが必要なのです。ヘッドセットはないとメタバース使えないのと思ってる人がいるかもしれないですけど、そんなことはないです。タブレットとかスマホとか PC でも見れるんですけれども、クリスマスパーティーで考えてみてください。タブレットを持っている人は窓ガラスを通して外から見てるみたいな感じになります。参加する人はヘルセットをかぶる人ですね。従来のバーチャルミーティングはこんな感じだったのですけども、メタバースの時代にはこんな感じになります。実際に会った気分になれば交流しやすくなるんです。まとめてみれば、メタバースで何かの活動を始めたいなら、とにかくヘッドセットを購入してくださいというのは僕のアドバイスです。今回参加したイベントはアメリカの大自然の中で生演奏ですね。演奏している人はギターを弾いて、スクリーンに映ってます。写真を撮りました。セルフィーですね。
仲のいい人はグループに集まっておしゃべりしてるんですね。僕は外国人の多治見の禅寺、永宝寺というお寺を案内してるんです。ここは僕は座禅を体験したところで、膝が痛かったという話をしてるんですね。エンゲージはよくできたプラットフォームで、いろんな面白いことができるんですけども、ここはアニメーションを使ってですね、クジラを空中に、飛ばしてるんですね。イベントのメンバーはクジラの背中に乗って遊んでるんです。面白いことは、これは単なる遊びのところではなくて、大手の会社、メタ社とか、キンゼとかそういう大手が、イベントをやってるときに、会議をやってるときに、休憩の時間にこういう遊びをしてるらしいですね。最後のシーンですけれども、この時は、サイケデリック的な、360度ビデオの部屋を、体験してもらったんです。皆さんは、2次元で普通のビデオの画面で見てるんですからあまり感じないかもしれないですけども、皆さんがこの時ヘルセットをかぶって本当に一緒にこの体験をしてるという感じで、いたんですね。And that was all I had for today. The next time we're going to talk about specific platforms you can use for work, play, and study. Don't forget to push the thumbs up button to support my videos and subscribe to this channel to get alerts when I'm up to something new again. See you next time. Sayonara.